今回は相手が三々に入ってきた時に使える最新のハメ手を紹介したいなと思います。この碁は僕が対局した碁で八段戦の碁ですね。僕が白番です。最近はですね、この星と小目のね、この組み合わせの石が最近多いですね。中国で大流行してる石だと思うんですけど、で黒はね、左下一回カカリを決めてから二間締まりに打ちましたね。この二間締まりが今締まりの中でもね、ダントツで大人気の締まり方ですね。でここで白はね、右上に三々に入っていきました。でここで白が三々に入ってきた時に使えるハメ手を今回はね、解説したいなと思います。だからこの三々に入る手は今大流行してますからね、非常に実戦でね、使えるハメ手なのかなと思います。で黒こちらにオサえるのがいい手で、桂馬に外して、で白ブツカリから跳ねて、で黒跳ねて、隅の跳ねを打ってから切り込みがいい手なんですね。で白はこっちに切り取って当てを打って黒抱えて、で白切りを打って桂馬に打ちました。でここで黒が次に打った一手がハメ手でしたね。黒が次に打った一手はこちらのね、当てでした。これシチョウに抱えた手なんですけど、この場合はですね、左下の白石、この石に当たりますので、シチョウは白がいいんですよね。なのでもちろんね、シチョウが黒がいい場合はこれは黒とてもいい手になりますね。ただこれ相手はですね、シチョウが悪いのにあえてこちらに当ててきたんですね。で黒の理想図としてはね、白がね、普通にこちらに上辺に受けてしまうと、これもう一手かけようという手なんですね。こちらにもう一手かけまして、これはですね、黒が不満のないワカレなんですね。右辺の模様が立派ですから、なおかつね、シチョウに当てていい形ですので、黒はね、これは白がね、ハメ手を咎め損なった形となりますね。これが黒の理想図で、なので白はね、気合としてはこれ逃げる一手になるんですね。この逃げ出しは絶対の一手で白の最善の進行ですね。で黒の狙いとしてはこの逃げ出しを待ってからこちらにつけていこうというのが黒の狙いだったんですね。でここで白はこちらに伸びる手もあるんですけど、これは黒にオサエが先手で決まりまして、カケツギを黒に打たれて、これは難しい互角の戦いになりますね。これははっきり白がいいとは言えない進行かなと思いますね。白はこちらのね、コスミは右上の隅に対して効いてますので、これ黒がですね、何か手を抜きますと、これサガリで簡単に右上の黒っていうのは死にますので、これで死んでるんですね。なんかつけようと思っても割り込む手があるので、つける手が成立してないんですね。サガリでね、死んでしまいますので、このコスミはですね、隅に対して効いてるんですね。でここで白としてはね、二間に開きぐらいなので、でこの形はですね、ここの黒のオサエが隅に対して先手で効いてまして、覗きは打てるんですけど、これが隅一手必要なので、これ結構ね、互角の分かれなんですね。結構外側の黒石も相当強いですし、この後また黒は右辺のね、白とかを攻めていくような進行になると思うんですけど、黒としてはね、とりあえず右辺は部分的にはいろんな手がありましてね、こういうふうに肩ツキを打って、つけていくというようなね、進行もありますし、これは厚みを築きたい時の手ですね。でもう一つはね、コスミツケから、地で頑張ってね、上からこういうふうに攻めていくという、こんなような攻め方もあるのでね、いろんな攻め方がありますので、これ互角の戦いなんですね。この後の戦いっていうのは。
だから白としては、これノビる手もあるんだけど、受ける一手に受ける方が最善なのかなと思います。ツケに対してはおとなしく。で、実戦もおとなしく受けました。で、ここで黒はこのアテを打って、これシチョウは悪いんですよね。シチョウは白がいいんですけど、アテからですね、このカケる手を用意してたんですね。これが黒が用意していた手ですね。で、実戦どういう進行になったかというと、白こちらに当てまして、で、ここで黒ツグんではなくてね、こちらに切る手がいい手なんですね。切って、これ黒ツイでくれたらね、白ツイで、これは黒がね、潰れ形ですから、こちらに切る手がいい手でしたね。で、白は取るしかないですね。で、このアテが効いて、で、このハネがいい手なんですね、また。で、これで白はね、3子取れるんですけど、これ取らされた格好になってしまったんですね。ここまで先手で効いてしまいまして、で、こちらの開きに回られてしまって、これはですね、黒のハメ手が大成功した形になったんですね。で、この後はですね、もうすでにここで白がね、形勢が相当悪くなってしまって、この後白がチャンスが一回も来ずにね、完敗してしまったという碁でしたね。だからこの黒のね、主張が悪いのにね、当てるっていうハメ手が大成功した形となりました。これはですね、もう、これ団子形でひどい形で、黒が先手取って厚みをね、外側に築いたんですよね。で、この下辺の開きが決勝点で、もうこの碁は白すでに勝てない碁になってるんですよね。だからどこを間違えたかというと、ここですね。ここで白が当ててしまった手が、もう敗着になってしまったんですよね。ちょっとこのハメ手をね、初めて見た手だったので、正しい対応ができませんで、正しい対応ができなくて潰れてしまったんですけど、こちらにね、押していくのがね、正解でした。で、これは黒、跳ねる一手になります。で、これが正解なんですね、白。で、こちらに白当てて、で、黒こちらに押さえ込みますね。で、白はこちらにぶつかって、黒を押さえ込んで、で、白こちらに切って、で、黒当てが効いて、白取りですね。で、ここまでが一段落で、これが白の最善の進行になります。最善の進行なんですけど、黒がそこまで悪いとも言えない形で、ハメ手ではあるんですけど、部分的にはちょっと黒が損してるかもしれないんですけど、この場合はですね、全局的な配石が黒とてもいい配石ですので、全局的に見ると黒もね、打てる布石なのかなと思いますね。で、白はこれの進行何がいいかというと、先ほどと同じようにね、黒が開く進行になった時に、今度はですね、切る手が大きな一手になるんですね。この手がね、大きな手で、黒としてはね、捨てるぐらいの進行になりますので、どんどん押しを打ってね、捨てていく進行になるので、で、これで黒が、この飛びがね、絶好点なんですけど、これでね、ほぼ互角に近いんですけど、白が若干いいのかなという、そんなような分かれになるのかなと思います。ただこのね、ハメ手なんですけどね、白が最善に打っても、ほぼ互角に近い分かれですし、これね、お互いね、模様が広くてね、お互い難しい碁に、この後はね、難しい碁になるのかなと思いますね。白がはっきりいいというまではね、ちょっとこの後の打ち方次第なのかなと思いますね。やっぱ黒のこの右下のね、模様が素晴らしい構えですので、で、白が一手でも間違えるとこのハメ手は潰れてしまいますから、もう碁が序盤で終わってしまいますからね、もう非常に有力なハメ手なのかなと思いますね。で、ここでね、黒開きがいい手でね、こちらの断点ね、守る手もあるんですけど、この断点守ったら白はね、下辺開くのが今度はいい手になるんですね。この切りとね、開きは見合いのようなところですね。これはこれで、黒はこの図もあってね、これはこれで難しいのかなと思いますね。だからこれ非常に有力なハメ手で、で、このハメ手もう一つ恐ろしい変化がございまして、
今の変化でも黒別に打てると思うんですが、これ変化が非常に多いハメ手でして、黒からねこちらにかけていくというハメ手もあるんですよね。でこれに対してね白がすぐ動き出すっていう、動き出すではあるんですけど、ちょっと苦しい戦いになる可能性がありまして、この手に対して白ね、例えば下辺開きとかになってね冷静に打つというようなね打ち方もあるのかなと思いますね。下辺開いたり左下挟んだり。だからねこういう手はねほんとね知らないと全く気づかない手ですから、このハメ手をね初見で攻略するっていうのは非常に難しいのかなと思いますね。で白逃げる手も成立してるんですけど、こちらにね跳ねる形になりまして、で白出るしかないですね。でこちらに黒にね戻られて、この後の戦いが非常に難解なんですよね。で白は当てが効いてる形なので、形としてはこちらの飛び出しでね逃げる形になります。当てが効いてますのでね決めないで。で黒はね隅をこちらで一手手を入れて白次の形になりますね。でこの戦いがですね結構白がね有利とも言えなくて、黒石が右下に待ってるので互角の戦いなんですよね。ほぼ例えばこちらにね一間にね詰めてきて、で白コスミつけて黒下がって、で白飛びぐらいですかね。こういう戦いになるんですけどね、この後は互角に近い難しい戦いになるんですけどね、例えばケイマとかに黒が打ったりして、これ白がね受けれないんですよね。このケイマに対しては受けると押しが効いて防止されるとね白が結構攻められちゃう形なんですよね。この形相当白のさばき方しのぎ方が苦しいので、だから桂馬に対して一手ねかけるぐらいになってしまうのかなと思いますね。切り取りとかで。でこれで黒一旦ねとりあえず攻めをやめて開きぐらいに戻って落ち着いた席になるんですけど、正しく打っても非常にこの後の戦いはね結論が出せないぐらい難しい戦いになるのかなと思いますね。で黒は局面によって黒に選択権があるんですよね。局面によってこちらの賭けで右辺の戦いに持ち込むのか、もしくはねこちらの当てから捨て石にして右辺にね厚みを築くっていう、これは黒に選択権がありますので、だから局面次第で黒はね柔軟に対応できるんですよね。なのでこれ意外と侮れない本当に有力な最新のハメ手でして、主張が悪いんだけども当てるというね非常に斬新で有力なハメ手の紹介でした。ちなみに定石というかよく打たれてる形は主張が悪い場合はですね、黒こちらに桂馬に外すという手がよく打たれてまして、でこれで黒が先手に取るというのがねよく打たれてる手ではあります。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。